さて今回はですね、箱根越えっていう55キロにも及ぶかなり過酷なウォークに挑戦したある男性の物語です。一体何があったのか、その一部始終を追いながらじっくりと紐解いていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。でこの話なんですけど、いきなりもう結論から言っちゃいますね。結果は残念ながらリタイアとなってしまいました。と思いますよね。自信満々でスタートしたはずなのに、一体なんでこんな悔しい結末を迎えることになったんでしょうか。じゃあその失敗の原因って一体何だったんでしょうか。今回はですね、この問いをテーマに彼の足取りを一つ一つ追いながら、何が成功と失敗を分けたのか、そしてこのリタイアっていう悔しい経験からどんな教訓が得られたのか、一緒に探っていきましょう。まずは希望に満ちたスタートから。この時点ではまさかあんなことになるとは彼自身夢にも思ってなかったはずです。もう自信と期待に満ち溢れていましたからね。さあ挑戦の舞台はあの険しい箱根峠、しかも55キロっていうとんでもない道のりです。これ相当な長い距離ですよね。でも彼はこの挑戦どう思ってたんでしょうか。それがですね、余裕だろうと。これがスタート時点での彼の正直な気持ちだったそうなんです。このちょっとした油断が後々の展開に大きく響いてくるわけなんですね。これって何か大きなことに挑戦するとき、誰でも陥りがちな罠かもしれませんよね。で、実際スタート直後は本当に順調そのものだったんです。小田原城が見えたり、箱根銅山鉄道だとか、ロマンスカーだとかね、景色を楽しみながらすごく元気に歩いてたんですよ。ただその楽しい雰囲気も長くは続かなかったんです。ここから次から次へと彼を苦しめる壁が立ちはだかります。一体何が彼のペースを狂わせてしまったんでしょうか。はい、ここで出てくるのが最初の、そしてこれが本当に大きかった誤算です。それが装備、特に靴ですね。本来ならしっかりグリップが効くハイキングシューズで行くべきところを、なんと滑りやすい普段履きの靴で来ちゃったと。この選択が後々致命的になってくるんです。しかも問題は靴だけじゃなかったんです。まずじりじり照りつける太陽、めちゃくちゃ暑い。そしてどこまで続くんだっていう急な坂道で、極めつけがこのツルツル滑る石畳ですよ。さらに服装も良かれと思って着ていった長袖長ズボンが逆に体温を上げてしまって、どんどん体力を奪っていくっていう悪循環です。中でも彼を一番苦しめたのがこの滑りやすい石畳だったみたいです。だって考えてみてください。グリップが効かない靴で一歩一歩足元に全神経を集中させて、上りも下りも変な力が入っちゃいますよね。そりゃ体力もどんどん削られますし、ペースも落ちる。心の中ではだんだん焦りも出てきますよね。体力がどんどん奪われていく中で、今度はまた別のもっと厄介な敵が現れるんです。そう、それが時間です。ちょっと見てみると、午前10時頃にベンチで10分休憩で、11時半頃には暑すぎてかき氷で12分。どっちも必要な休みですよね。でもこのほんのちょっとした休憩時間の積み重ねが結果的に関門時刻の午後1時っていう、もうギリギリの戦いにつながってしまったわけです。もうちょっと頑張れば到着したかな。これリタイアした直後の彼の言葉なんです。切ないですよね。たった数分、本当にほんの数分の差で安命が分かれてしまったこの事実が何よりも悔しいですよね。そしてついに運命の時が来てしまいます。彼の挑戦はここで一つの結末を迎えることになりました。あの悔しさがついに現実のものになってしまったんです。第一関門に到着した時刻、それが13時をほんの少しだけ過ぎていました。時計の針がもう非常にも彼の挑戦がここまでだっていうことを告げていたんですね。結果は残念ながらコースの一部を諦める、いわゆるリタイアです。本当だったらこの先芦ノ湖をぐるっと一周するはずだったんですが、その挑戦権をここで失ってしまったということです。で、ここからが一番悔しいポイントだと思うんです。全然疲れてなかったので残念な気がしますって、どういうことかというと、体力はまだ全然残ってたんです。足もまだ動く、
気持ちだって折れてない。なのに時間切れというルールでそこで終わり。これやり場がないですよね、この悔しさ。でもきっとこの気持ちこそが次の挑戦への一番のエネルギーになるんでしょうね。でも大事なのはここからです。ただ悔しいで終わらない。この痛恨の失敗から彼は何を学んだのか。ここから悔しさが未来へのすごく具体的な教訓に変わっていくんです。彼が得た教訓、まとめると大きくこの3つです。まず装備。まあ次は半袖短パンで何よりもグリップの効く靴を履こうと当たり前ですけど大事ですよね。次に時間管理。休憩の取り方そのものを見直してペース配分をしっかり考えようと。そして最後が心構え。どんな挑戦でも絶対に甘く見ちゃいけないということですね。すごく具体的で次につながる反省点です。今度は装備を整えてまたチャレンジしたいと思います。そう、彼の物語はまだ終わってないんです。この悔しさがあるからこそ次がある。まさに失敗は終わりじゃなくて次の成功へのスタートなんだっていうことをこの言葉が教えてくれますよね。さて、彼の物語を見てきましたけど、これって私たち自身にも問いを投げかけてるような気がしませんか？皆さんにとっての次の挑戦って何でしょう？そしてこれまでの経験から学んだことを次にどう生かしていきますか？もしかしたら失敗から学ぶ力っていうのが人を一番前に進ませる一番大きなエネルギーなのかもしれないですね。